主創刊65周年を記念した完全新作アニメ「東京ミュウミュウミュウ」の主人公桃宮いちご役を決める声優アイドルオーディション。3000人以上の中からついに11名となった参加者。いよいよ運命の最終審査、東京ミュウミュウミュウプロローグスタート。最終審査の内容はグループごとに分かれて歌、ダンス、演技それぞれの講師陣による特別レッスン。イベント審査からどれだけ努力できたか、レッスンの中でどれだけ成長できるかを見ていきます。歌とダンスのレッスンで取り組むのは新課題曲「レゾリューション・オブ・カラーズ」。明るく元気なビタースイートダーリンとはまた別のテンポも速くなりしなやかでかっこいい表現が求められます。演技レッスンでは滑舌チェックやイチゴのソロシーンに加え、掛け合いシーンでイチゴ、ミント、レタスを順番に演じるという課題に挑戦。今回ご紹介するのは東雲メイク、かりんと相愛沙の3名です。すごく緊張していて、まさかちょっと一駅前で降りてしまって朝ちょっとバタバタしてたんですけど、全力で頑張りたいと思います。不安も大きいんですけど、でもすごく楽しみな気持ちでいっぱいです。なんか来た到着した時はめっちゃ緊張したんですけど、愛沙ちゃんとかいくちゃんと喋ってちょっと今楽になりました。今日は悔いのないように全力で頑張ってきます。はい。おはようございます。おはようございます。菅井です。では今から曲流しますので一回聴かせてください。輝いて守りたいのは私たちの場。今一番伸ばしてたの相愛沙。はい。かりんとが真ん中ですか、かりんとさん。はい、かりんとです。まあ最初ドア頭やってみてください。はい。ずっと一番最初の音楽鳴る前のこれなんていうか知ってます？カウント。カウントって何のためにあるでしょう？歌詞を言うタイミング。あなたはタイミングのことを考えてこの歌を歌うのか。じゃあ準備だけじゃないですよ。この世界観を一気にこのカウントの中で作んなきゃいけないんですよ。カン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 の間にまだこのスタジオのこととか緊張してたら終わっちゃいましたよ。全て緊張しなくていいとは言いません。どんどんして緊張してもしっかりこの世界観のイマジネーションを持たないと、ただそこに突っ立ってるその辺のなんかスタッフの女の子になっちゃいますよ。どん底感がありました。なんかもうちょっとズーンって下に自分が思ってるパフォーマンスを全然見せれなくて後悔しか残ってなかったので、終わった瞬間に泣きそうになりました。泣いてましたけど空気感にすごい飲まれたっていう感じはあります。はい。もう一回やってみましょうか。ずっとはい、ありがとうございます。大丈夫ですか？どんどん今テンション下がってきちゃってますよ。ごめんなさいね。テンション上げるために僕はいるわけじゃないの。僕のテンション上げるためにあなたたちがいるのご存知？あなたに教えたくなるようなテンションに自分で上げていかないと。審査員の方が選んだ方といっぱいいはるから、自分は選ばれた人たちよりみんなよりできてないから焦りがありました。もう最近ネガティブなんです。最近よく落ち込みます。ではもう一回音楽いきます。はい。ずっと輝いて。はい、ありがとうございます。今のよくできました？もう一回。ずっと輝いて。今ので良くなった。でもそれあなた 100% できたの？恥ずかしいの？今ここにいるのもしかして？恥ずかしくはないです。だったら恥ずかしくないようにこっちが笑ってしまうぐらいやってもらっていいですか？はい。いきますよ、はい、ずっと輝いてあどけない訴求守りたいのが
じゃあここでもう一つアドバイス。ブレスを取るときにハッってあげてごらんなさい。そうです。3といきますよ。ワン、ツー、イット。ブレス。その時にちゃんと口開けるんじゃないんですか。はい、では音楽で一回やってみましょう。ずっと輝いてあどけない訴求守りたいのは私たちのは自分がダメやなって思っててもどこがダメかっていうのがなんやろ明確には分かってないからピンポイントの場所を教えていただいたので練習に取り組みやすかったです。では次、あいあいさんからいきます。はい。ずっと輝いて私たちの場ちょっと今のここ。ずっと輝いてあどけない訴求はい、ちょっと待ってください。違う、いっぱいなさい。守り。それでビブラートって止められるの。あとずっと輝いてってビブラート止められる。ずっと輝いてはい、このビブラートの止め方なんですけど、喉で止まってます。私のさっきやったこの中にスクイズするやり方で止めてください。3と4と1、2。ずっと輝いて、はい、あどけない訴求というふうにそこで止めてください。守りたいのは、はい、止めてください。そしたらさっきみたいにお腹を張るやつでやってみてください。逆にあなたが今までやってたやつ。3、はい。ずっと輝いてあどけない訴求守りたいのは。わかります？そのお腹を張ってるとあそこって出ないんですよ。これがお腹を張って大声出す罠なんです。他のオーディションや養成所に通ったりはよくあったんですけど、大学時代がアカペラサークルに所属していたので、そこのステージで歌を歌って発表する機会が多くありました。人前で何か発表したり演技とか歌を歌ったりっていうのがすごく好きだったので、もう卒業してからはあ無理だったんですけど、久しぶりの感覚がちょっと戻ってきたかなっていう気持ちはあります。それと1個ずつなんですけれども、全部ブレスによって感情を変えたい。そしたらそのブレスはどうやって取るべきだ。歌を次から大きく出す、初めから大きく出す。大きく小さくで物事を考えちゃいけません、はい、そしたら次の気持ちに対してどういうブレスを取るかじゃないですか。ちょっと喋ってください。ずっと輝いて。ずっと輝いて。この世界観は違いますよ。ずっと輝いてあどけない訴求守りたいのは。そこですよね、はい、そこのブレス、そういう風に守りたいのはっていうんだったら、そこの前のブレス多分違いますよ。メロディーにごまかされちゃいけません。メロディーで歌いすぎです。ずっと輝いての後とあどけないの真ん中に何がある。休符。そう、休符っていう休みのことね。この休みの時は何するところだか知ってます？声を出すためです。違います。感情を出すためです。さっき言いませんでした？いきますよ。3、はい。ずっと輝いてあどけない訴求守りたいのは私たちのは。さあ続けますよ。1、2、3、4。広がるのよディフェン。はい、その時にちょっと足あっち行っていい？トントンって声になる。歌わなくていいんで俺歌ってあげるから。3と4。広がるよ。うんだじゃない。タッパン。俊敏さがないと。じゃあそこに戻って歌って。ワン、ツー、スリー。霧がかって晴れない。はい、これでさあ、あいあいさ。霧がかって晴れないってところをセリフでやってみてください。霧がかって晴れない。東雲。霧がかって晴れない。はい。かりんと。霧がかって晴れない。はい。東雲が私は正解だと思ってます。霧がかって晴れないってちゃんと来てますよ、彼女。自分でやってるだけだと、自分でそのいろいろ動画撮ってみてもなんかダメなことは分かってるんですけど、何がダメどうダメなのかが分からなかったので、ちょうどその的確にすごいコメントいただけて、
すごくためになりました。普段あんまり人前で歌うことが今まで本当になかったので、なんかそのマイク持つことにも慣れてなくて、なんかそのうまく歌えなかったり、それに引っ張られてしまってダンスとかもうまくできなくなってしまって、そこがもう悔しさがもう悔しいなって気持ちが一番強かったです。ちょっと作品をもう一回勉強しようと思って、漫画とかを読み直してみて、設定をまずちゃんと入れた後に、今まで本当マイクをちゃんと持ったことなかったので、ちょっと一人カラオケ普段行かないんですけど、ちょっと一人カラオケデビューしてみて、マイク持つ練習からしてみたり、腹筋を鍛えようと思って、そういうなんかボイトレ腹筋って調べて検索してそうしてみたり、そうですねとかをいろいろやってみました。文章を読んだらこうなるはずです。歌ったら霧がかって晴れないになるわけです。その時に晴れない、はとれの間につが入っても構いません。霧がかって晴れない、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 ワン、ツー、スリー、フォー。ことをまず思ってから横にリズムを取るとちょうど晴れないに聞こえるんです。ワン、ツー、スリー、フォー。ずっと輝いてあどけない歌はイベント審査でコメントをいただいたのが菅井先生だったんですけど、その時の言葉をすごく思い出して、なんか言葉にしっかり意味を自分の中で考えて、それを音楽で外に伝えてくださいっていうのをもうすごく考えて挑みました。漫画とかそのアニメとかをこう一回見直して勉強して、でイメージ像を自分で作ってきました。今日のレッスンをどれだけ吸収できるのかなっていうのが一番不安です。っていう風にね、いろいろ楽譜っていうものの中からいろいろ目で見て吸収したり、オーケストレーションを聞いて、最近はデータになってきてるから体にあまりガンガン響かないけれども、これが生の伴奏だったら、うわこんな音聞こえてたんだ、オーケストラで歌ってる人たちに分かるわけですよ。そういうものを感じて、それを具現化して一つの物体という音楽にして、あなたたちの声そこに入ってるんですよ。これはどんどん序の口、何年もこれを毎日こういう地味なレッスンしていかなきゃいけないんですよ。いきなり明日からはいアイドルですキャッキャキャッキャされるわけじゃないの。1時間人の前で何かやるために2週間かけてみんな地味なこういうレッスンしてんだけど、さあそれに耐えられるんだったらオーディションしっかり受けてトップ目指しなさいよ。終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。最初で最後のオーディションにしようってずっと思ってるので、もう全力でもう全部力を出し切れるように頑張りたいと思います。やっぱり夢をちょっと諦めきれないなと思ってたところに、ちょっと自分の人生とかいろいろ考えてた時にちょうど多分ツイッターかなんかで見かけて、なんか今受けないと後悔する気がするなと思って受けようと思って今受けました。じゃあ始めましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そうですね、不安、声出しとかしてたんですけど、急にすごいまた緊張してきてしまって、声なんか変なちょっと声になってしまったりして、その部分とか正直あんまり今も自信はなくって、あんまり自信持ちづらいとか持てないタイプの人間なので、まだ全然自信がつくところまではいけてないなと思うんですけど、頑張りたいと思います。篠宮さんからいきますね。じゃあ行ってみましょう。はい。日本の国土面積。はい。これちっちゃい。はい。伝えようという意識っていうのが大事なので。はい。これぐらいかな。マダガスカル島は。マイクはここにあるけれども、基本セリフもそうなんだけど、実際の距離感をイメージします。愛さんの方に届かせようと思ったらこれぐらいかなと思うんですよ。でそんな風な意識でやってみてください。マダガスカル島はこれを喋るための動機っていうのが必要で、つまりこれは大きな島です、こんな特色があります、もうちょっと自慢げに喋ってみて、とっても面白いところでしょ、興味深いところです、そこが喋る動機になる。はいどうぞ。
マダガスカル島は日本の国土面マダガスカル島はマダガスカル島はここ強調すべきところは和とか広さの「お」だったりはしないわけだよ。インドア大陸ともしっかり喋ろうと思いすぎてて硬くなってるよね。独特とか「く」がね KU にならないで「独」K だけでいい。言ってみてでかい声で。独特独特。独特。出身は神奈川です。はい、おかしい。関西の人だったらそれあり得るんだけどはい、はい、次の人行きましょう。アイドルの活動をしてたので、歌って踊ったりっていうその人を喜ばす笑顔にしたりとかっていうお仕事は好きでした。大阪府出た大阪府です。では行きましょう。はい、マダガスカル島は重要な場所となったのです。なったのですのところがもうちょっと笑顔があると面白いんですけど、あとやっぱり独特っていうね。独特。あ、それでいいんです。独特。はい、で行きましょう。はい、お願いします。私はこう何かかっこつけずにこうもう自分のエネルギーをもうぶつけて、もうなんでしょう、積み上げてきたものを全部見てもらいたいので、いい意味でなりふり構ってないところが今回のアピールポイントかなと思います。日本の国土面積のはい、非常に分かりやすいんですが、笑顔、動機、マダガスカル島はの時、目玉、マダガスカル島はってやってみようか。こんななんです、あんななんですって人と喋る時、目が見開く時あるでしょ。さらにその後っつった時に目がふわっと動くかもしれない。そんな自分の表情を意識しよう。声だけじゃないと思って。マダガスカル島は日本の国土面積の。はい、ありがとうございました。一期一会やりましょはい、はい。良くも悪くも今本当に何も知識というか技術がない状態なので、スポンジ状態、もう全部を吸収するつもりでやろうと思います。う。ではビクッとなるところからどうぞ。ダメだ。ビクッとなった？なろはい。ダメだ。暗い。う。はい、その理由はまず蝶々見つけたとこからイメージしてごらん。はい、どうぞ。5倍ぐらいでかくだな。もう一回うにゃーから。青山くん。はいはい、もう一回青山くんって喉を絞らないで、青山くん前へ飛ばす。はい。青山くんって自分で抑制しちゃってるから出ないだけで、はい、本当は出ます。はい。青山くん。それ絞っただけで前へ出てない。青山くん。自分で抑制してるんだよね。はい。ロングトーンだったらでかい声出る？もっとだんだん音量を上げてって。はい、ぶつけてください、青山くん。はい、どうぞ。青山くん。でかかってるのに止めてるね。もう一回。はい。青山くん。はい、ありがとうございました。はい、次の人行きましょう。はい、演技はいちごちゃんのどう思ってるかみたいないちごちゃん目線を意識して練習しました。昨日は青山くんのこと気になって眠れなかったよ。うにゃはい、その時に自分の顔を動かしてごらん。つまり蝶々が飛んできました。台本を見てんじゃなくて、いって一回あっと思って見上げてごらん。アクションを真似よう。はい、どうぞ。うにゃこのページの頭キャーからもう一回行こう。どうしよう、もっとどうしようと思えないかな。変身しなきゃどうにもなんない。でも変身したらその気持ちの流れを作っていきたい。今度こそ確実に青山くんに私の正体がバレちゃう。やだ、青山くんの前で変身なんてできないよ。ずっと泣きながら言ってる感じがしたけど、キャーっつった後覚悟を決めて青山くんを置いて逃げるなんてやっぱりできないっていう決然とした表情に変わって、青山くんを置いて逃げるなんてできないよ。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、交代しましょう。昨日は青山くんのこと気になって眠れなかったよ。はい、みんなね、セリフを丁寧にやろうとする意識からかテンポ感が全部一緒になっちゃってるよね。気持ちの流れはできてるはずなんだ。だからどうしよう
返信しなきゃどうにもなんない。でもっていうとこ、次のセリフ言いたくなったら言いたいようなレベル、テンポ感で言うというのをやってみようよ。返信しなきゃどうにもなんない。はい、それもっとスピードアップして言えない？どうしよう。返信しなきゃどうにもなんない。焦ってるところだよね。はい。そこで返信したらっていうテンポ感で返信したらって言うかなっていうところ。でも返信したら今度こそ確実に青山君に私の正体がバレちゃうんだみたいに早く言う人がいるかもしれない、どんなイチゴなのかな。どうしよう。返信しなきゃどうにもなんない。でも返信したら今度こそ確実に青山くんに私の正体がバレちゃう。はい、ありがとうございました。はい。私がまだ予選とか一次審査とか二次審査の時にやっぱり目立ってる子っていっぱいこうもう前に出てる子がたくさんいたんですけど、そういう子から絶対一緒にイベント審査行こうねとか最終審査行こうねって言われたことが、自分もここの参加者の戦ってる一人として認められてるんだって気持ちがして、それがすごく嬉しかったですし、勇気づけられたのが印象に残っています。今度3人影合いやろうね。はい、夜の学校なんてやだよ。レタスが危ない。お礼にたっぷりご奉仕するにゃん。ハッとしろよ。はい、ごめんなさい。取る手相から。はい。だからこんなことやってんだよ。やめてよ。やめない。はい。笑っているところ、キャハハってくすぐられて笑うとか、そういう風なイメージで笑ってみましょう。3人同時でいいです。はい、ありがとうございます。はい、これで終了です。じゃあこれで終わりますよ。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。次回も東京ミュウミュウニュープロローグでは引き続き最終審査の模様をお届けしていきます。